はい、皆さんこんにちは。年一トラベラーアイアンウッドでございます。2025年春、ヨーロッパ旅行に関して、スペイン、ポルトガル大停電に巻き込まれて、バルセロナからリスボンに行くフライトがキャンセルされました。その後始末をね、いろいろお届けしたわけです。で、ヨーロッパの会社とね、交渉するのはっきり言って大変です。大変なんだけど、その決着編をお届けいたします。ポルトガル航空がね、欠航しましたので、ポルトガル航空に私払っているチケット代金の返金を申請します。これなかなか大変だったんですけども、一通りメールを見ながらご紹介いたします。私帰国したのが5月の3日で、5月の4日にポルトガル航空に返金の申請をいたしました。で、それに対してね、もう即返事が来ないんです。もうとにかくね、このあたり不親切です。もう不親切だけどもう待つしかないんで、待ってたら5月の9日に返信がやってきましたね。で、ここにね、番号があって名前があると。それでここに、要は受付がされましたっていう返事が来ました。で、この後もね、もう待つしかないんです。ここノーリプレイになってるでしょ。このメールに返信してもね、何にもならないんで、もう要は一方的にこちらからフォームから投げると。で、先方からは返信不可のメールで返ってくる。もうこれのね、やり取りが双方向じゃないので、もうとにかく大変です。で、待ってたら5月21日に新たなメールが来ましたね。あら？これただあれやね。今気がついたんですけど、これもしかしたら返信不可じゃなかったのかなと思うんですけど、もう済んだ話なんでね。で、上にポルトガル語があって、で、ここから下ですね。ここは英語です。で、英語でちょっと翻訳してみますね。払い戻しリクエストは正常に送信され、以下の識別紙が割り当てられました。この識別紙を使用して、ポルトガル航空のホームページで払い戻しのステータスを確認できますとあります。ここが問題、後でよく分かったんですけど、この ROR から始まる番号、これが割り当てられると、私の要は返金申請に対して、要は前向きになってるんです。だから、ここまで来ると、イエス、ノーがはっきりします。5月9日のメールね、番号あったんです。あの番号ね、何の役にも立たないです。この番号が大事です。で、6月の5日ですから、私が一番最初に申請してちょうど1ヶ月ですね。ポルトガル航空からメールが返ってきます。上の方見てもよくわかんない。下の方を見ますけども、あ、クレジットカードの番号があるじゃないですか。もうここ見たらね、返金になるんだってわかるんですが、とりあえずこの本文を翻訳しますね。TAP はお客様の払い戻しリクエストの支払いが処理されたことをお知らせします。リクエストに関連する支払いの詳細は以下をご覧ください。返金金額がお客様の銀行口座に反映されるまで最大72時間かかる場合がございますのでご了承ください。今後もお客様の信頼にお応えできるよう努めてまいります。やったー、返金ができたんですよ。ね、これで一件落着だなぁと思ってたんですけど、あれれれれ、なんかおかしいぞ。ここに返金のね、詳細があるんですけども、返金額が 133.45 ユーロ。僕ね、400ユーロ払ってるんですよ。あれ ?133.45 っていうことはね、3人の中の1人分ですわ。嘘やん。なんで終わったと思ったらね、また振り出しですわ。1人は返金されました。1ヶ月待ってね。あとの2人はね、何にも手続きできてないんです。ということでね、手続きをします。で、6月の9日に2通メールが来ます。5月に申請した時に予約番号は私たち3人同時に予約かけてますから1個しかないんです。で、航空券番号は、3人それぞれバラバラなんですよ。連番なんですよ。連番なんだけどバラバラ。で、結局1人だけね、返金がされましたと。で、その帰ってきた航空券番号が妻の番号だったもんで、返金されてないのは私と長男だな。で、ここでね、2人同時にやったらまた失敗するので、1人ずつそれぞれやりました。で、これが私の方の
返信メール6月の9日で、こっちが長男の方の返信メール6月の8日、1日違いですけども、2つとも一応受付のメールが来ました。で、13日に、長男のメールが返ってきてますね。ちょっと待ってください。これも翻訳しますね。TAP ポルトガル航空にお問い合わせいただきありがとうございます。航空券の払い戻しリクエストが正常に入力され、できるだけ早く処理されますのでお知らせいたします。ご注文のステータスを確認するためには当社のウェブサイトをご覧ください。で、払い戻し ID、ROR で番号があります。で、ご要望があればいつでもお気軽に問い合わせください。次回のフライトでお会いしましょう。これお気軽じゃないんよけど、いいです。で、これが長男の方です。私もね、同日に来てるんですよ。こっちが私の方のメールです。あれ？ちょっと違うの分かります？ここのね、払い戻しのリクエストが正常に処理され、できるだけ早く処理されることをお知らせします。この後に ROR がないんです。あれ？ね、長男の方は ROR があるから、先進むんだな。僕の方はない。おかしいなって、ここでまず気がつきましたけど、おかしいんです。で、6月の17日ですか、これ早かったんですよね、長男の方はね。長男の返金があります。133.45 ユーロです。やっぱり1人分、当たり前ですけどね、もうこの時は分かって1人分なんですけど、問題はね、私の方ですわ。私の方、ROR がこの時点でも、来てないんです。で、その先ね、待ってても来ないんです。もう、要は僕失敗してるんですよ、申請を。ところがそれに対してね、向こうから、あなたは例えば二重請求してますよとか、あなたはこういったこと失敗してますよ。そんなね、親切なメールは一切来ない。ただ単に、私のはね、放置されて、待ってても何にもならない。もう勘弁してほしいんですけどね。で、ここでね、ふと考えるんです。5月に私の名前で申請をした、それに対して、返金がありましたね。それは航空券番号を見ると妻のだったと思ってるんです、私ね。ところが名前は私だから、要はね、あの時返金されたのは妻じゃなくて私なんですね。それから6月は、長男が返金された。ということは、今、チューブラリンはね、私じゃなくて妻なんですよ。で、それはね、ポルトガル航空教えてくれないんです。僕が考えて、もうそうなんだろうとしか思えないので、次に妻の名前で申請をします。で、6月の24日です。6月の24日に受付のメールがやってきました。で、この時に、過去の5月、6月と違うのが、なんかやっぱおかしいんですね。おかしいから、やっぱおかしいこと書いとかなまずいなと思ったもんで、返金を申請しますって書いた下に、ちょっと一文添えたんです。予約番号、これに対して3人が同時に予約をしております。2人は返金されましたけど、1人が返金されてません。よろしくお願いします。この一文をね、添えて、この申請をしました。で、7月の11日にメールが来てるんですけども、これ ROR ついてたでもついてないな。ちょっと見て翻訳してみますね。そうか。これ私と同じやつだな。チケットの払い戻し申請、今回 ROR ついてないよな。大丈夫かな。ほんとね、こういうのドキドキ不安になるんですよね。で、23日、ROR がないまま、返金されましたよ。なんか腑に落ちないんですけど、返金されました。133.45 ユーロ。結局ね、これでやっと3人返金があったんです。結果オーライといや結果オーライですけども、あまりにもね、このね、不親切な対応。間違ったら間違ってる、ここが間違ってると教えてくれたらいいんですけど、そんなことは一切ないです。だから、正しい申請をしなければ、返金はされないんです。いや、勘弁してほしいよなって思いながら、結局、2ヶ月かかった。2ヶ月じゃない、もっとだ。ね、5月の4日にスタートして決着したのが7月の23日ですから、2ヶ月半かかりました。で、3人分やっと返金されました。これでポルトガル航空に関しては決着ですね。ただ EU261 法の中で、
僕ここまでで現地でね、バウチャー受け取った。それから、ホテルに関してはあるっていう案内はあったけど、現実には泊まれなかった。それから、この返金ですね。返金が受け取れたと。もう一つ、保証が受け取れる権利が私ありますね。それに関して、もうこんなね、不誠実なポルトガル航空とやり取りして、はっきりなしのつぶてなんです。ですから白黒はっきりしない、うやむやで終わるの嫌だったので、エージェントに依頼をしました。EU261 法の保証を、やってるエージェント何社かあります。その中でスペイン大停電保証っていうんで引っかかったところにも依頼することにしました。で、見た限りね、どこに頼んでも一緒ですね。成功報酬で 25% の手数料、それから成功、もし失敗した場合は、手数料とかそういった費用負担はないっていうことになってましたので、要はノーリスクでね、頼めるから、エージェントに頼もうと。で、僕は何も頑張ってもね、ポルトガル航空に、要は白黒ちゃんとするところまで行く自信なかったので、そうしました。で、LINE でやり取りするんですよ。で、まず一番に、ここですね、無料診断です。で、ここにありますけども、友達追加をすることで、この画面が出てきて、あなたのフライトが EU261 やカナダ APPR の保証対象か無料で診断してみましょうということで、ヨーロッパとカナダが同じ画面でできるみたいですね。で、ここの無料診断を開始するをします。で、いろいろね、項目があって、それを打つと、もう瞬時にね、無料診断は答えが出ます。保証金申請可。最大600ユーロの保証金を獲得できる可能性があります。今すぐ申請をしましょう。ということで、ここまではね、何のリスクもないです。ここから先はね、要は手数料いらないというのを信用するかどうかですけども、とにかく今回ダメ元ですから、行けるとこまで行こうと思いました。で、ここを押すんですね。申請フォームを押します。で、申請フォームを押したらいろいろ入力する画面があって、それの確認画面がありますね。確認画面をご覧ください。ちょっとライン縦長なので、3つね、横に並べてみました。お申し込み完了。EU261 保証金申請サービスの利用申し込みが完了しました。書類の不備など確認事項がある場合はご連絡させていただきます。航空会社によっては最初のご連絡までに最短に3ヶ月かかる場合がございます。今しばらく結果をお待ちください。これなんか言葉おかしいんですけどね、最短に3ヶ月じゃないだろうってツッコミ入れたくなるんですけども。で、私が打った内容です。申請代表者、私の名前、住所、メールアドレス、電話番号。で、航空機の情報。で、TAP ポルトガル航空でフライト番号、出発日が2025年の4月の28日。で、3人乗りましたから、搭乗者は3人の名前入れてますね。それから、振込先口座の情報。で、銀行名があって、口座番号、口座名義と。で、ここまで打つんですよ。で、ここまで打つんだけど、要はね、備考欄みたいなのがないんです。で、今回私に関して、通り一遍の話だったら申請対象になってるんですね。なってないのは落とし穴が1個だけあって、要は予期せぬ事態なのかどうなのかって、ここに関してね、備考欄がない時点でね、あらら、あかんな、あかんなっていうのが一つ。それともう一つ。僕のチケット自体は、このね、フライト番号 TP1035 は、バルセロナからリスボンの、これフライト番号なんです。これチケット番号とか予約番号とかないでしょ。ですから、この先の乗り継いでリスボンからローマへ行くっていう情報を打ってないんです。ですから、ここの段階で保証を受けれた場合ですよ。保証金額が僕がね、いわゆる最低ランクね、欠航した便だけだと1500キロ切ってますから、250ユーロの保証を受け取る権利があるんです。僕実際チケットはローマまで持ってますから、ローマまで認められたら400ユーロになると思ってたんですけど、この打ち方だと250ユーロの申請しかできないっていうことになりますね。しばらくね、待ってます。
で、申請したのがね、5月の16日ですよ。で、しばらく待ってたら、ここですね。これ5月の19日だから3日後に来てますね。いただいた内容で航空会社への申請が完了していますと。で、航空会社からのお返事に数ヶ月かかることもありますので、気長にお待ちいただけますと幸いです。また、航空会社やフライトによっては、保証金が得られるまでに相当なお時間がかかったり、得られなかったりする場合がありますので、あらかじめご留意いただけますと幸いです。結局ね、ここからさあどんだけ待てばいいのかわかんない状況で待ってます。で、返事が来たのがね、6月の15日です。さあ、どんな返事が来たのか。で、長いからまた、横にね、並べてますけども、航空会社から本フライトは保証金の対象外であるとのお返事をいただいております。理由としては、ヨーロッパ全域にわたる停電の影響のため、航空会社に責任はなく対象外とのことでした。ということでね、これはエージェントが書いた文面で、ここから先がポルトガル航空がエージェントに回答した文面になります。TAP エアポルトガルにお問い合わせいただきありがとうございます。お客様のご意見を参考にさせていただきます。これがいいですわ。この度はリスボン空港で発生したヨーロッパ全域にわたる停電の影響により、2025年4月28日のバルセロナ発リスボン行き TP1035 便が欠航となりましたことをお詫び申し上げます。で、ここです、問題は。TAP ポルトガル航空とは全く関係のない事態の影響を最小限に抑えるため、合理的なすべての措置を講じました。EU 規則 261/2004 では、今回のような異常事態が発生した場合、補償は行われない。私たちは引き続きお客様の信頼を得ることを目指しますと。で、ここでね、不服がある場合は、紛争期間を利用することは可能ですよと。ただね、要は僕がやらなダメですよってことですね。ですから、単純な話、ここなんですね。ポルトガル航空自体は頑張ったんだけど、ポルトガル航空とは関係のない事態によって欠航したわけですから、ポルトガル航空が保証する義務はないんです。そうなんです。これが結論なんですよ。長々とお届けいたしましたけどもね、今回、非常に僕勉強になったのが、こういったね、返金とか、それからいわゆるバウチャーをもらうとか、そういった対応は、あくまでも航空会社のね、サービスだと思ってたんだ。そうじゃないね。国によったら、法律によって規定があるんだと。で、ヨーロッパははっきりこういった EU261 法っていう法律があるんだっていうことが分かりました。で、EU261 法によってね、保証のことだけ、ご紹介している方が多いですけども、これ保証だけじゃないんですね。遅延、オーバーブッキング、欠航が起こった場合に、空港でね、当日受けれるサポート、それから返金、さらに保証。この3つがあるんだけど、保証だけピックアップして紹介してる人が多いんですけど、そうじゃないんだっていうことが分かった。それによって僕どっちかって言ったら、保証よりも返金に関してね、きちんとね、これは僕が言うたらね、ごねてるわけじゃなくって、あくまでも返金は受ける権利があるんでね、正当な権利を行使しているだけだというのが分かった。保証に関しては残念ながら、今回ダメ元で申請して、やっぱりダメでしたっていうことになりましたけど、ヨーロッパ行く人多いと思います。で、LCC とか乗った人ね、僕ね、秋で泣き寝入りしてる人多いと思うんです。2時間遅延をしたら、こういった今回話したことね、すべてね、バウチャーも受け取れます。それから、ね、宿泊が発生する場合はホテルも泊まることができます。で、返金も受け取れます。それとさらに保証を受け取れますと。短距離でも250ユーロね、長距離の EU 内で400ユーロ。でかいですよ。僕これ133ユーロしか飛行機代払ってないんですよね。133ユーロは戻ってきた上に250ユーロ保証を受け取ることができますから、払った飛行機代の倍以上の保証を受け取ることができる。これ知ってるか知らないか、誰も教えてくれません。もう自分からこれを、気がついて請求しないと
空港じゃ一切教えてくれませんし、帰って調べても、要は自分が調べないとダメです。さあ、長々とね、お届けしてきましたけども、これでヨーロッパの旅行記、それから反省編を終わりにいたします。次回からは ANA 特典航空券の話に戻すんですけども、2025年6月に ANA のルールが変わりましたね。で、私、去年、長々とルールだとか、それから予約のコツとか、開放枠ですね、ご紹介してきましたけども、その中で若干ね、今だとこうした方がいいんだっていうところが変わってます。ですから今回はね、どこか一つの都市をターゲットにして、そこへ行くための ANA 国際線特典航空券、あるいは提携航空会社特典航空券を利用して予約発券する場合のコツをね、いろんなパターン紹介しようと思います。単純なね、日本から英国に向かって単純に往復しましょうからスタートしてぐるぐる回りましょうとか2往復しましょうとか最大何便まで乗れますよとかね、そんな話までしようと思ってます。ぜひね、チャンネル登録していただきまして、この先もね、私の情報、役に立つことあると思うんです。特に今回の EU261 法、事前になんというかな、想定しとってほしいっていうよりも、もう転んだ時こそね、この動画を思い出していただいて、で、やっぱりね、せっかくですから泣き寝入りがないように、皆さん頑張ってね、申請してみてください。チャンネル登録いただきまして、ぜひね、この先もご視聴くださいますようよろしくお願いいたします。